6. 父と母に教養を尽くす。ある週の3日目、火曜日のこと、一人の金持ちの商人が職場にやってきて、イエスに会って話したいと言った。イエスの評判にはトマスも頭が上がらなかった。もしかしたら大きな注文が入るかもしれないと思った。トマスは早速イエスの着ているボロ服を脱がせ、自分の晴れ着を着るように言った。イエスは言った。そんなことをする必要はない。人は見かけではなく、内なる者の遺憾によってその人の値打ちが決まるんだからね。イエスは商人に挨拶を交わし、商人の要請によって二人きりで話し合うことになった。商人がイエスに言った。私はある晩、妻と一緒にあなたの集会に来たことがあるんですよ。大勢の女たちがあなたを取り巻いていましたね。私たちはあなたの深い知恵にびっくりしたのです。私がその時に体験したものは、悲嘆に暮れていた女たちにお与えになった平安でした。イエスは尋ねた。あなたは一体何を言いたいのですか？はい、私はあなたにカペナウムにある私の家で一緒に暮らしていただきたいのです。たくさんの人が私の店で働いています。あなたが家に来て彼らの監督になっていただきたいのです。そうすれば家の者全部があなたの平安を受けられるではありませんか。こんな申し出を受けたとき、イエスは内心一つの考えが浮かんだ。収入の道が開かれれば、マリアや兄弟たちを引き取って、悪の根源となっているトマスとサラから引き離して、平和に暮らせるではないかと思った。イエスが返事をしかねているのを見て、商人は3週間目にまたやってくるから、その時に返事をもらいたいと言った。トマスが一緒に食事をするように勧めても、そんなことには一切振り向きもしないで、商人はさっさとカペナウムに帰っていった。この時期は仕事が多く、なかなか自分が一人になって瞑想する時間が取れなかった。せいぜい父と母と話すのが精一杯であった。イエスと父ヨセフの間には決定的な溝があった。ヨセフは善良な人間ではあったが、イエスが少年の頃変わったことを言っては人々の貧縮を買っていたからである。でも今ではイエスが父の病床に座り、言葉少なに慰めてくれるので楽しみに待つようになった。ある晩のこと、ヨセフはついに自分の悩みをイエスに打ち明けた。わしは毎晩眠れなくて困っているんだよ。十字架の上で殺される男のうめき声を聞かされるんだ。どうもがいても逃れられず参っているんだよ。わしが昔犯した罪の報いかもしれんがね。うなされる夢についてヨセフは説明した。昔ガリラヤの山に立てこもったユダがローマの権威に逆らって反乱を起こした時の光景から話した。我々が憧れていた一輪の花がローマ帝国の支配を跳ねのけてイスラエルを救い出そうとした。しかし当時の領地バールスが軍隊を引き連れてガリラヤの山に立てこもった若者たちを虐殺してしまった。ろくな武器しか持っていなかった若者たちは重武装のローマ軍の前ではひとたまりもなく潰されてしまったんだ。少しでもユダに関係した若者たちがひっ捕らえられ十字架で死刑になった。ローマの百卒長がわしの職場にやってきて若者たちを貼り付けにする木の十字架を作れと命令しやがってな。わしは煮えくり返る思いをしたんだよ。妻や子供がいなければわしはその命令を跳ねつけていただろうよ。百卒長は剣を抜いてマリアと子供たちを脅かしやがった。ああ、なんと情けないことよ。わしは恐ろしさのあまりローマ人の言うなりになってわしが長い間付き合っていた多くの友達を貼り付けにする十字架を作ってしまったのだ。なあイエスよ。こうしてじっとしていても友達を貼り付けにした十字架が目の前に現れ、血のような汗が体から吹き出している光景が延々と続くんだよ。どんな祈りをしても自ら墓穴を掘った絶望の穴から這い出すことができないんだよ。そばで寝ているマリアの邪魔にならないようにと毎晩一人でもがいて苦しむんだ。ヨセフは一刻も早く忌まわしい夢から解放されたいとわめいた。イエスはヨセフが静まってからヨセフの心が癒されるような話をした。するとヨセフは
心が休まる思いがした。お前の話を聞いていると、今までに味わったこともないような平安がやってきて、実に心和む思いがするよ。だがな、お前がわしのそばにいないときはどうすればいいのだ。また若者の亡霊に襲われるかもしれないじゃないか。イエスは父に言った。悪霊がいたずらをしているんですよ。彼らは信心の薄い人間の肉体を狙っては襲ってくるんですよ。心の内を清めておかないとダメなんです。そこでイエスは立ち上がり、大声で叫んだ。天の父なる神の名において命じる。悪霊よ、この体から出て行け。もう一度お前に命じる。天の父なる神の名において、ここから出て行け。二度と来るな。父、ヨセフは、以前イエスが神の名を口にすることをひどく叱ったものであるが、この時ばかりは、なんとイエスの声がラッパの響きのように心よく響いた。ヨセフの手足が震えた。しばらく震えが続いていた。死んでしまったはずの手足に再び生命が戻ってきたのである。イエスは素早くその動きを見た。そして霊力が加えられたことを知った。ヨセフは大きなため息をついてから深い眠りについた。翌朝までぐっすり眠った。マリアが朝食の支度に部屋から出て行ってから、イエスはヨセフのもとへ行った。ヨセフは嬉しそうに言った。わしはゆうべ何も見なかった。イエスは言った。十字架にかけられた兄弟たちは休息しています。兄弟たちの霊をそそのかしていた悪霊はもう行ってしまいましたからね。それからというものは二度と若者たちの凄惨な姿が現れることはなかった。イエスは父のために当時老人や病人をしばしば悩ましていた悪霊を追い払ってしまったのである。母マリアはイエスのおかげでヨセフが安眠できるようになったことをとても喜んだ。そこでイエスは例の商人が提案してきたことをマリアに話した。そして親子兄弟がトマスと別れ、カペナームで一緒に暮らそうと言った。その話を聞いたマリアは悲しそうに答えた。息子よ、それだけはできない相談だわね。そりゃあ私は何度かそうしたいと夢にまで見たくらいだよ。でもそれだけはどうしてもできないのよ。イエスは戸惑った。彼は実行しようと決心していたからである。しかしその気持ちを抑えてマリアに言った。どうして僕が母さんや妹たちによくしてあげることができないんですか？父のためにも最善を尽くしてあげたではないですか。サラと別居すればどんなにみんなが救われるかご存知でしょうに。マリアは畳みかけるように言った。ねえイエス、本当はね、私はもうくたびれているのよ。この年になると家の中のごたごたはもうたくさんなの。ツバメとタカは同じ巣に住めないだろう。お前がどんなに強い説得力を持ってヨセフに迫っても、お前と一緒に住みたくないと言うでしょうよ。それにヨセフにとってトマスは今でも目に入れても痛くない息子なのよ。だからこの二人を引き離すことはとてもできっこないよ。ヨセフのただ一つの楽しみはトマスの働きぶりを見ることなんだよ。だから一緒になれないんだよ、イエス。マリアは手を優しくイエスの頬に当てながら説得した。確かにお前は他の男と違って思いやりがあることはよく承知しているわよ。商人の家で大勢の使用人の監督になったら、商人のことだからあちこちに集金に行かせるでしょうよ。その中には貧乏人もいて、わずかなお金でももぎ取ってこいと言われたらどうするの？お前はきっとそんなことはできず、結局その家から飛び出すことになるわよ。そしてまた放浪の旅に出かけるのがオチよ。この時のマリアの言葉は実に的を得ていた。母思いのイエスはそれ以上逆らわなかった。そうだね、母さん。あんな商人のところに行かなくてもオリーブ畑で働けばいいんだ。バカね。あんなところで働いても家計の足しにはならないわよ。それに病人の父さんはどうするのさ。明日のことは心配しないようにしましょうよ、母さん。野に生えていて咲いている花を見てごらんよ。
天の御父がちゃんと養っていてくださるんです。野草は労働するわけではなく、紡いで花を折っているわけでもありません。僕の言っていることを疑っているんですか？天の御父をもっともっと信頼することですよ。母マリアはイエスの申し出について、義妹のマリア・クローパスのところへ相談に行くと言い出した。母の気持ちを変えられないことを察知したイエスは、その足で商人のところへ行き、例の話は取りやめにすると伝えた。せっかく家のためを思って話を進めたイエスにとって、いささか傷心の思いであった。ずっと後になって、このいきさつを聞かされたイエスの弟子ヨハネは、イエスの亡き後に母マリアの杖となり、妹には父代わりとなって心から尽くしたということである。